こんにちは、アンナスです。今日も、セリアの刺繍のプリント済みのものをキットっていうんですか、これをちょっとやってみたいと思います。今日は中級編のウェルカムリース丸くなってるやつをちょっとアレンジしようと思います。リースだし、季節も季節なのでちょっとせっかくだからクリスマスカラーとかそういう感じでアレンジしてもいいかなと思ってます。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではウェルカムリースちょっと開けてみます。はい、いつものように作り方と布が入ってます。ちょっと今回はまだ余裕がありますね。図案と布のいつもギリギリまで印刷してあるんで、今回はちょっと余裕がある。そして仕上がりがこんな感じになるそうです。アウトラインとサテンステッチだけでできるんですね。すごい。これはなんか初級にしてもいいかもですよね。ステッチ2つだけなんで。じゃあこれをクリスマス風にアレンジしていこうと思います。まずやっぱヒイラギですよね。ヒイラギはここをヒイラギにしていこうかなと思います。なのでこんな感じ、このギザギザを2つか3つずつぐらい隣同士ぶつからないようにこのギザギザを描いてください。で葉っぱよりへこんでていいです。そのギザの内側がちょっと葉っぱの内側に入って OK です。で丸はねちょっと大きくしたいです。丸定規でちょっと大きくしたいですね。あんまり大きくすると今度サテンステッチが大変になるんで、これはサテンステッチでやる予定です。6ぐらい。このステッドラー持ってる方だったら6ぐらいにしましょうか。2箇所で、あと他のも同じように修正していきます。でここはなんか木の実的なものをちょっとメインにしたいので、これもね丸が可愛いですよ。これ私の好みなんですけど 7.5 ぐらい。さっきのよりちょっと大きめにした方が可愛いかな。でも 7.5 だと3つ入らないかもしれないんでちょっと7にしておきます。7でここも7で1個だけだと寂しいのでもう1個つけます。もう1個7で茎をキュキュってこう2つつけて、であとこの葉っぱですね。この葉っぱはなんか普通の葉っぱなのでクリスマスの葉っぱに変えようと思います。真ん中に1本入れてもみの木みたいなやつちょっとこうシュッシュッシュッってでもうこことここはもうなしにして、でこの主線っていうんですかね、この主線のところからもなんかちょこちょこ出てるっていう設定で、この葉っぱもこういう真ん中に1本あって左右ちょんちょんちょんって出てるやつに変更します。でこの葉っぱと葉っぱの間がちょっとスカスカなので、なんかここにもちょっと短い葉っぱがちょっと出てるっていう感じで、この長いやつもこういう感じで、あとこっちですね。で
これとこれが同じなので、これは後で同じように修正します。修正っていうか、クリスマスアレンジですね。で、なぜかここがふにゃふにゃってこういう味なんでしょうけど、せっかくリースだからここはね丸くつないでもらって、その方がこう仕上がった時に丸ってやっぱりこう遠目で見た時に綺麗な丸っていうのが目で分かる状況にした方がなんかこうすっきりしてこう見やすいんですよね。なのでここはねちょっと私の好みなんですけど、味付けしないで、自然な感じを多分こう出そうとしてふにゃっと描いてるんだと思うんですけど、ちょっとこう私の好みではないのでちょっとこう綺麗に丸にします。で、この葉っぱも変えます。真ん中の線一緒で、こういう楕円を描いておいてください。でこの中にこういうなんていうんですかね、もみの木って多分調べると出てくると思うんですけど、なんかこういう感じなんですよ。こう楕円、なんか上と下がちょっとこう細くなって、全体的に見るとシルエットが葉っぱが綺麗に楕円になってるんですね。長方形じゃなくて楕円なんです。でここが空いてるのでここに葉っぱを足します。ここ分かりやすいですね。なんかこういう感じの、普通の葉っぱっぽいんですけど、こういうシルエットを描いておくとここに合わせてそのもみの木の葉っぱをつけることができるんで、でこうでしょ。なんかこの向きちょっと修正します。ここに下に葉っぱが入るからここの向きに合わせてこういう感じで、この葉っぱもちょっとこうぷっくりした感じので、線はもうちょっと描かないです。もういっぱい描くとあと図案消すとき大変なので、こんな感じでウェルカムは置いとこうかなと思います。なんかクリスマスだとついなんかメリークリスマスとか書いちゃうんですけどでも結局考えたらなんか家の前とか玄関とかに飾るから、ウェルカムはそのまま、活かしてなんか巻きつけなんとかステッチを入れて、もうこのままウェルカムはそのまま刺繍しようと思います。なので元の図案はできるだけ動かさないで、それにちょっとこうアレンジして私なりの今回はクリスマスのリースっていうことでちょっとやっていこうかなと思います。じゃあ刺繍していきます。はい、こんな感じの色味に、基本的に緑と赤と、普通のオーソドックスな感じのこういうクリスマスカラーにして、であとちょっとこういう茶色とか黄緑とか入れて、この辺りでちょっと渋めの普通の感じにしたいと思います。で、刺繍糸は刺しながらもしかしたら違うとか言って変えるかもしれないんで、ちょっと概要欄に終わった後に書くようにしますので、気になる方は概要欄ご覧ください。全部 DMC でやります。では枠をはめて早速このヒイラギを刺繍していきます。今回はこの3パターンだけを説明しますね。あとはもう同じものの繰り返しなんで、あとウェルカムをやって、葉っぱが多いので結構大変ですね。でまず真ん中の茎を刺繍しようと思います。で結構存在感出したいんで4本取りでやってみようかな。いつも3本取りなんですけど、ちょっと4本玉留めで始めます。アウトラインステッチ、まず出して1目作ります。であまりステッチは長くしない方がいいです。短く3ミリぐらいかなにしてこう細かくやっていった方が綺麗です。
でちょっと先に出して最初に作ったステッチの半分ぐらいのとこギュッと押して糸の下に刺します。糸を割ると違うステッチになってしまうので気をつけてください。でずっとこれを繰り返していきます。はい、では刺し終わったので裏に絡めます。普通サテンステッチとか糸がいっぱいあるところに絡めるときは2回ぐらいでいいんですけど、ちょっと線の刺繍って絡めるときにちょっと心もとないので、3、4回ぐらい絡めることが多いです。で次は2本取りで、裏に絡めてで柊ですね。このなんか私が描いたペンが結構分かりづらい下絵が結構刈ってるんで難しい。ちょっと見た目分かりづらいですね。まず柊の刺し方は結構全ての私の柊の図案そうなんですけど、まず頂点を作ります。で柊の尖ってるところありますね。ここをこれ葉っぱの向きです。葉っぱって葉脈ってこう斜めになってますよね。なんかあんまり真横っていうの見たことないんですけど、まああるかもしれないですけど、斜めにこう入れます。であとは間を埋めていきます。この中心はこの中心としてそのまま利用してください。で間を埋めるときはこうやって中心まず真ん中最初に入れて放射状に刺していきます。だから、サテンステッチっていうのは突然向きが変わると変なんですけど、ナチュラルにちょっとずつ曲がっていくのは OK なので、ここはまず、こうの方が分かりやすいですかね。頂点を刺して、ナチュラルに左に倒していく。だから内側は同じ穴に刺す時もあります。で外側は隣に刺してこんな感じでこうなりました。じゃあ次も同じようにもう次からは平行に刺していけば OK です。だから最初に頂点を作っておけば安心です。隣に刺して一気に長いの入れようと思うと結構勇気がいってなんかあんま長くできないんですけど、こうやって最初に刺しとけばもう安心して、あとはこう短いステッチをどんどん埋めていけば柊になります。でこんな感じで、下まで行ってで反対側も同じように刺していきます。で結構枚数ありますね。123456789枚あるんで頑張って柊9枚作ってください。じゃああとは同じことの繰り返しです。はい、できました。なんかこれだけだとあれみたいですね。節分の柊みたいに柊一緒なんですけど、はい、でもリースになればちゃんと可愛くなると思うんで大丈夫です。じゃあこの赤い丸を刺していきます。真ん中に基準の1本を入れてで上と下と埋めていきます。結構ね丸難しいんですけどちょっとバランスを見ながら刺してください。だから基本的にサテンステッチっていうのは隣に刺していくもんなんですけど、上とか下とかちょっとこう
交互に刺してみたりしてバランスを見て埋めていく。まあでもこのサイズだったらそんなに気にしなくても大丈夫そうなサイズかなと思います。もうちょっとちっちゃいのが難しいんでしたっけ？なんか一定のサイズが難しかった気がします。はい、丸ができました。このサイズは割と私は刺しやすいと思います。これよりもうちょっとちっちゃいのが難しいなって感じるタイプです。まあ人それぞれなんでいろいろあると思いますけど、じゃあ次いきます。次はなんかヒイラギじゃなくてなんだろう、松っぽい感じ。枝がゴツゴツしてて、で葉っぱがこうなんか細長いやつ、松もみの木とかこう松科っぽい感じのあっち系のを表現したいので、茎をチェーンステッチ、2本取りのチェーンステッチで埋めてみようと思います。そのゴツゴツ感を出せるかな。同じ穴に刺して針の頭をちょっと出してこういう状態を作ります。でここは2ミリぐらい、もう2本取りだと2ミリっていつも言ってるんですけど、それで糸をかけて上に引っ張ります。もうめちゃくちゃちっちゃいです。で結構しっかり引っ張っといてください。で中に刺してまた同じサイズ頭を出してかけて引っ張る。ちょっと細いかな。まあこんなもんでいいか。3本でもよかったかな。まあいいです。やりながら考えてるんで。じゃあこれでまず枝を作っていきます。幹ができたので今度は葉っぱを刺していきます。で、6本取りでやっていきます。どういう風に刺すかっていうと、ストレートステッチで太短く刺していきます。これぐらい？もっと短くてもいいのかな。なんかこうムチムチになるように刺してください。2回ぐらい刺した方が太いかな。でもこれぐらいでいいのかもしれない。ちょっともう一個やってみる。布が薄いんで刺しづらいですね。2回ですね。じゃあ2回ずつ刺していきましょう。1つの葉っぱにつきストレートステッチを2回ずつ。そうするとこれなんかムチムチ感が出ます。でここの葉っぱの幅はできるだけ揃えて、なんか長いのとか短いのとかいろいろ作らないで、できるだけこう揃える感じにして、いい感じですね。ムチムチ感が出てます。これで頂点も葉っぱにしてください。いい感じ、イメージ通りな感じで。じゃあこれで反対側もやっていって、ここと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 ここで、あと丸はちょっとサテンじゃなくてフレンチノートとかでやってみようかなと思って、また出来上がったら説明します。はい、ではこんな感じになりました。ちょっとこうムチムチした感じですね。で次ここの丸はサテンでやるとなんか一緒になるから面白くないかなと思って、
3本取りの2回巻きのフレンチノットステッチをやろうと思います。説明します。糸を出して、で少し上を持って空中で2回巻いて、ほぼ同じ穴に刺して引き絞ったらもうここでできているので、引っ張るとこれでフレンチノットが出来上がりです。で、もうぎゅうぎゅうに詰めてやっていきます。でまずはこの周り、この丸い形をフレンチノットで全部一通り作ってから中を埋めていきます。なので、線の上をずっとこうぎゅうぎゅうに詰めて刺していきます。これでぐるっと1周回って、で中は別に2周目3周目とかじゃなくても、端から埋めていけば大丈夫です。要はこの外側がきれいに埋まってれば、あとはもうどんな刺し方、どんなランダムな刺し方でも大丈夫っていうことですね。ではここができました。フレンチノットができて、もうこれで出来上がりです。あとは同じことの繰り返しがあるんで、これはちょっと撮影はしないですけど、刺繍はやっていきます。で柊もそうですね。でこことここを今からやっていこうと思います。ちょっともみの木っぽい感じにしたいので、まず茶色の4本取りでアウトラインステッチをします。では中のアウトラインステッチ4本ができたので、4本取りのやつができたので、次が葉っぱですね。でもみの木の葉っぱもなんかこう細い線みたいな感じになってると思うんですね。見たことある人はわかると思うんですけど、なので、線の刺繍、また4本取りのアウトラインステッチで、この青い線の下書きみたいな感じでやるんですけど、外側のこのアウトラインっていう、なんていうんですか、この、形が、楕円形になるようにちょっと気をつけてやっていきます。はい、では、ここができました。こういう感じになります。ちょっと全然変わっちゃいますけど、これがこれですね。これでこうぐるっと一周やる予定です。で、今度ウェルカムですね。ちょっとこれは後でやります。先に説明をしてで、終わってから全部仕上げて、この後はいできましたをちょっとやりたいですね。じゃあまずウェルカム、6本取りのアウトラインステッチをします。巻き付けアウトラインステッチです。でステッチはできるだけ短くしないといけないので、これぐらいかな。何ミリ？ 6 本取りだと測ったことないですね。今これちょっと長いかな。4ミリぐらい、3、4ミリぐらい。ただ巻きつけていくので多少のあらは隠せると思います。だけど揃ってるに越したことはない。
アウトラインステッチは、もうずっとアウトラインステッチですね。ちょっと先に出して戻る。はい、ではできたので、ちょっと最初白でしようかなと思ってたんですけど、ちょっと金糸にしてみます。金糸はディアマントの 3852D3852 です。で、巻きつけていきます。一本取りです。上から出して布と糸の間に針をくぐらせる感じ。かわいい。こんな感じでぐるぐる。全部刺繍しました。で、図案消えましたね。お水でシュッシュって霧吹きかけてアイロンかけてる間にいなくなってました。すごい。前のはね消えなかった。だからやっぱコメント欄にある教えてもらった通り初級編は消えない素材なんですけど、中級編以降はなんか消えるっぽいです。で、今日はベルプルに仕立ててみようかなと思います。ベルプル、こういう風にこう上下にして上でつるタイプのやつですね。で、これだけだとダメなので、まあ布も薄いし、なのでどうしようかな。そう、だいたい長方形ぐらいになるようにするといいんですけど、これぐらいかな。ちょっともう目分量でいきます。端っこは割とギリギリな感じで、こんなもんかな。これでちょっと布をこう重ねて、これ裏地ですね。中表にして縫っていきます。で、縫うのはこの手縫い糸的なものを使います。待ち針で結構ねちょっと待って、大丈夫だけどちょっと錆びてそうだから、そう、待ち針が錆びなさそうなやつでこれでここ両方縫っていきます。まあ私はミシンを使わないので手縫いで縫っていきます。玉留めにして端からできるだけ細かく刺繍枠をこうザクザク並縫いするのとは違って、もっと細かくやっていきます。はい、では、これを周りに縫いました。こことここと、あと下も縫いました。で、この中布が長さがバラバラなので切っていきます。
これでどうしようかな。一回縫ってからひっくり返した方がいいかな。まあいいか。ちょっとひっくり返します。布が薄いのでどうしても折り返しのこの縫い代がちょっとやっぱ目立つからもうちょっとちっちゃくしますだいたい、ね、縫い代ってだいたい世の中 0.8 とか1センチ弱にしてるんですけど 0.5 ぐらい。もう前後はいいで、前後上下はいいです。上下の部分は折り返すのでほぼ裏見たら見えますけどそんな気にしなくていいです。で、丁寧に指でこう折り目をつけて、これは結構重要ですね。はい、手アイロンでちょっとこうやってやっぱ裾広がりになっちゃいます。結構ギリギリですねこれこれでこう折り返しても結構ギリギリですね。できるだけ折り返しが少なくなるように縫っとけばよかったな。これでこの字とじで閉じていきます。この山折りをちょっとすくってで反対側の山折りのところもちょっとすくう。これを交互に。続きでできそうだったら続きで。はい、こんな感じで全部ここは縫ってあってで今アイロンしてきました。ここをこう折り返してでここ縫ってこれを中に入れます。だからもうちょっとギリギリでも大丈夫かな。結構ここ余裕があるんでもうちょっと縦ね、上と下が長いのが好きな方はもうちょっとここの折り返しをギリギリにしてもいいと思います。なんか私は正方形に近い感じでいいかなと思ったんでこれぐらい。ちょっと何回もひっくり返したりしてるうちまたシワが新たにできてきてますねちょっとアイロンとかしてもらってでここも縫っていきます。多分裏地はあんまり色付きにすると透けてくるんで白っぽいのがいいんじゃないかなと思います。ちょっと私はクリーム色っぽい感じになりましたけど。
これでこの字とじみたいな感じ。表に響かないように、表ね、刺繍の方に出ないようになんか裾上げみたいな、裾上げってこれでいいのかな、わかんないですけど、こうやってちょっとずつ拾って上も下も留めていきます。はい、裏が縫えたのでこれをちょっと通していこうと思います。外れました。こういう感じになるんで棒を入れて、これでネジ締めるとこんな感じで、下のはもうなんか重りみたいに、外れるんですけど、入るんだったらそのまま入れてもらってもいいです。ただ飾る時ちょっとスコッと抜けてしまうんで、結構ここをギリギリにした方がいいっていう人もいますね。でも私はなんか割と大雑把なんで、ざっくりこんな感じ。かわいいですね。出来上がりました。ちょっとよく見せておこうこんな感じです。結構立体感があるね。で、刺繍糸は結構グリーンが2束ぐらい用意しとかないと、もうほぼこんな感じ。多分2束で最後ちょっとひょろひょろ残るぐらいなんで、ほぼ緑です。ということで、よかったら作ってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。